気になる若者と出会って1年が過ぎた。父親からお城の殿様に宿下がりのお願いが出された。母親が病気だと。一日の見舞いのお許しをいただいて心配しながら下がる春。ところが家にあの若者がいた。いぶかりながらも元気な母親に安堵し、反対にこの胸の高鳴りは何であろう。あの青年の確かさ。なぜ確かと思うのか。あの時大丈夫と思ったのと同じ感覚。今の自分の迷いを打ちつけたいと激しく思うなんて、私はどうしてしまったのか。今日がたった2度目ではないか。そんな様子を両親は微笑ましく見ていた。嘉助さんが春を嫁に欲しいとおっしゃるのだよ。父親は落ち着いた声で言った。春は気を失うかと思った。こんなことってあるのか。母親が、嘉助さん、春は突然のことで驚いていますので、明日改めておいでくださいますか、と助け舟を出した。はい、では明日。嘉助も言葉少なに帰っていった。春は力が抜けてしまったような、それでいて体の中に泉が湧いてくるような不思議な感動に身を任せていた。父親は、嘉助さんの嫁になるということは、駿河の焼津という村に住むことになる。それでいいのか。と、そうなった時の寂しさを1年がかりで自分に納得させたはずなのに、胸が詰まる思いがあった。休ませて、溢れてくる涙をどうしようもなく、春は自分の部屋で横になった。幸せ。もう気持ちは決まっていた。焼津村だろうが、地獄だろうが、あのお方についていく。姫様は姫様の道を、春には春の道を行かせてください。一刻して焼津に行きます、と父に言い、春は御殿に帰った。その後、殿様にもお許しをいただき、姫様はおこし入れ、春は焼津へと旅立つことになる。殿様は祝儀として立派な短刀と道中用の銀の箸を下された。その箸は銀に美しく細かな彫刻を施した上部に先の半分が収まり、懐に持ち歩ける長さになっている。箸袋の皮には漆で花が描かれ、いつでも地箸で毒に当たらないよう子女に持たせたものであったようだ。この箸は私が小学校に入ったとき祖母からもらった。祖母はその祖母にあたる春さんから渡されたと話していた。その箸はすぐ先が引っ込んでしまい、使いづらく、皆と同じようにセルロイドの入れ物にカタカタ鳴る木の塗り箸が欲しかったものだが、今はもうない。この話は祖母から聞く春さんのことと、菩提寺興信寺の奥様がずっと江戸春さんと呼んでくださっていたから、松丸屋でも松永でもなく、それと昭和30年頃、シダニュースに山口貨幣の記事を大きく取り上げてもらっていたので、書き残したかった。